dedicated game channel by Coconetta。 みんなお元気？さて始まりの話題は早速ディスコーディア7名様勝者の発表です。今回の有効エントリーは57名様でした。12% の確率だったね。エントリーシートへのコメントも増えてきました。これからもぜひご確認のため ID 以外もご記入ください。7名の勝者の皆様おめでとうございます。ってことで運営に勝者の連絡完了しました。それじゃ次の話題はアルティメットフェンリル。もうゲットできる見込みは薄いかなって思っててね。確かにボーナスタスクでヘイローをゲットできるチャンスが始まったよね。とは言ってもねえ、いつもタスクは4つが多いよね。それが3つだって。もちろんこの後のタスク次第じゃあるけど、まあおそらく相当なハードルをご用意されてるんじゃないかなって思うよね。そうなるとすべてのランキングですべてのマイルストーンを集めなきゃゲットできない感じするよね。そんなわけで運営への忠告も含めて、もうアルティメットフェンリルは手に入れられなくたってもういいやってことで。それでは次のネタは色物バトルを2つほど。参考にもならずすごいバトル展開でもなく、ただ単に色物ってだけのバトルです。最初にクライシスのご説明。コンセプトはアビリティ発動中のダメージを防ぎたいってことで、イージスシールドを展開できるドローンリバイバーを装備しました。もちろんシールドで防ぎきれずダメージゼロとなっても復活もできるって期待も込めて。次に装備武器についてはリバイバーのイージスシールドをサポートする目的でキネティックダメージを防御します。これを2スロットでのダブル効果となります。残るスロットにサブドゥアとしました。モジュールはイミューンを2つ、ニュークリア1つです。このクライシスは使いこなせないロボットの一つ一つでもあり、これで防御は完璧。そんな期待込めたバトルでした。まあ期待と現実は必ずしも一致しないよね。そうそううまく期待通りとなるなら今頃はレジェンドリーグを独走してるよね。まあご想像の通りすこぶる活躍はできなかったけどね。それでも2キルパクはまあ許してもらえる範囲だったかな。そんなわけでやっぱりシールドだけに頼るってことに無理があると考え、ここは一つ防御ポイントも持ってるベヒーモスだとうまくいくだろう、そう考え直しました。そこでやはりアンサイルではエネルギー弾が幅を利かせてる環境では無理ってことが分かり、遠近療養の対応に期待を込めてイージスシールドも展開できるステークを2スロット装備しました。これで追加48000のイージスシールドとなります。そしてモジュールにはショート動画でも確認した40ファイアを2つ。これで 140% のブーストにより67000オーバーのイージスシールドを展開できることとなります。なのでサブドゥアは2スロットとなるので中距離威力は正直言って物足りない感じだったね。とはいえキルを取りに来た敵との近接戦となるとまあ悪くはないかな。それでもイージスシールドはこの程度だとあんまり効果ないねってことで、次に悲しいバトルって感じのチームデスマッチへ久しぶりにバトル行ってきましたってご報告。それでね、サムネの通り青グワンにアルティメットパニッシャーティーを装備してそれなりに無双バトルやれないかなーって、結果としてはこれはそんな無謀な構想と無謀な無双そうそうそれ空想ってな感じで終わったね。まあ
真の実力ってやつは、時に冷酷な結果を導き出すね。そんな言葉が思いつきました。ということで、青グアンについてはこのネタで終わったんだけど、その後のバトルで、これはやっぱり、チームデスマッチが盛り上がらないってこともわかるなぁ。そんな感想だったので、クリップアップしました。そもそも、シンプルな結果のモードなんで、キルを取る、ここに集中できるってことは、それなりにいいのかなって思いはするけど、やっぱりそれだけだってことで、マッチングとバトル展開次第ってとこが、今の現状となってるんじゃないかな。以前は違う形だったけど、敵がほぼ攻めない、ずっと待ち続けてるもんだから、痺れ切らして攻撃仕掛けて向かうと、壮絶一斉攻撃を浴びる。そう、敵は分体編成だったから、戦術で大差あったって感じだったね。今だと、ミュート使って、2、3回、連続でブラインドを浴びせると、確実にキル取れるよね。まあ、こんな感じだから、これは楽しくない。そう多くのプレイヤーが思うよね。ただし、そうは言っても、どんなバトル展開とするのかってことはルールで決めることできないし。なので、このまま少数派モードで続けることもありなんだろうけど。で、考えました。そう、どこかのバトルゲームの強制ルールをパクっちゃえばいいのにって。つまり、時間経過とともに、フィールドが狭くなっていくって方法です。デッドシティやシェンゼンで見ること多い、マップ限界ラインが少しずつ狭くなるってやつね。これだと、強制的にでも動きを出すことになるから、それなりのバトルができるんじゃないかな。そう思いました。技術的にできなくはないと思うんだけどね。どうだろう。テストサーバーあたりで一度やってみるとわかると思うんだけど、その緊張感みたいなものね。それではナレーションはここで終了とさせていただきます。この後もお時間あればぜひ、決して見どころはないけど、ご視聴いただきありがとうございます。おやすみなさい。